も、今後の人生ですよね。はい。はい。だから老後とか考えた時に老後のこと考えたらそんなね勤めてて退職金があるわけでもないですし、年金がもうあるわけでもないやろうし、やっぱり自分で稼いでまあ老後のことも考えて貯めていかなあかんなっていうのがあったんで。なるほどね。はい。多分その時僕が言った言葉ですね、お前27歳のくせして老後のこと考えてるのなんか夢ないなと。多分最近まで言い続けたと思うんですけど、最近はそれどうなんですか？老後のことやっぱ気にしますか最近は？老後のことはね、まあ、気にはしますやっぱり。老後これぐらいの暮らしがしたいな。おじいちゃんみたいな話ですけれども、なるほどね。でまあそういう要するに自分たちが働けなくなった時にどうやってこう奥さんとか、子供たちを養っていくかとかってことを考えながら、そういうちょっと漠然とした問題を持ちながら毎日過ごしてたわけですけれども、まあほんで、ブログを作ってブログから流れてきて、増田塾に入っていってってことですけれども、まあ増田塾ってまあこれ参加しない人からは分からないですけれども、超高くって超厳しいというところで有名でしたけども、そもそもそれに入ろうと思ったきっかけっていうのをちょっともう一回教えてほしいんですけれども。入ろうと思ったきっかけですよ。きっかけですか？さっき言ったことじゃなくてですか？さっき言ってもらったきっかけ以外に何かきっかけがもしあったら。きっかけですか？さっき言った以外のきっかけっていうのはちょうど子供生まれたっていうのがきっかけですね。子供生まれてそれを養っていくとなった時にやっぱ27万円ってやっぱ厳しいと思うんですよ。厳しかったんですね、いろいろ計算した時に。だからまあ収入を増やしたいというのもありましたし、で子供ができた時にその接骨院でやってるっていうのはとても嫌で、なぜ嫌かというと不正請求ですよね。だからなんか詐欺して稼いだお金で家族を養うっていうのがもうずっとそれは嫌だったので、やっぱそういうのは僕は重生師じゃないんで分かんないですけれども、もうほんまにたくさん聞きますけれども、やっぱ嫌なもんなんですか？嫌ですよ。めちゃめちゃ嫌ですね。もうレセコンが死ぬほど忙しいって言いますもんね。そうですね。V 書き換えたりとかしたりとか。そうなんですよ。もうなんせグレーゾーンですよね。まあそれが嫌でですね。それがでも一番大きいですね。あとはその子供できた時に家族の時間っていうのがやっぱり作れないっていうのがあって、朝も8時ぐらいに家出て夜帰ってきたら10時とかなんで、それがね月曜日から金曜日まで絶対ありますし、土曜日にも帰ってきたら夕方とかになってくるんで、そうですね。実質日曜日しか家族の時間作れない。でも日曜日はセミナーとかね、そんなん出るとかで時間の余裕がないと。そうですそうです。なるほどね。まあただね、まあこれを見てるあなたもそうかもしれませんけれども、給料27万、で増田塾のお金って多分毎月すっごいお金だと思いますけれども、出費としては出費というか投資金額としてなんかもうサラリーマンが払える金額じゃないと思うんですよ、そもそも。もうだいぶビビらしてると思いますけどでも普通ね、まあ、27万の給料っていうので、給料がまだそんな自分高いと思ってない、結婚もしてる、娘も生まれたてだ、いろんなお金を使わなければいけないっていうところで、普通の人はですよ、普通がどうなのか別にして、普通の人は、まあ、27万やし、まあそんな急いで別に今困ってへんから、こんな大金出さんでもなんかもうちょっと安いもんに手出していったろうみたいな感じでは考えなかったんですか？それは考えなかったですね。それはなぜ？それはなぜ？まずね、その金額も高かったですけど、僕はそれまでここでマーケティングの勉強したことがなかったんで、だから自分の基準がなかったですね。そんなもんなんやみたいな感じで、高いなと思いますよやっぱり。でもその業界ではこれは普通なんかなってちょっと思ったっていうのもありますね。なるほどね。でまたさっき言ったけども、動画の人の売り上げこれで毎月稼げるようになるんやったら比べた時に全然安いちゃうかなっていう。なるほどね。比較対象の時に300万を毎月稼ぐんであれば、そのぐらいの金額はまあまあ普通かと。なるほどね。でまあまあやったるか一応やったるかって感じで参加したんですか？どうなんですか？それでね、受かるかどうか分からなかったんですよ。面談があったんでね。面談が悪魔の電話面談ですね。そうですあったんで、それ受かったらよしやったろうって感じですね。受かったら開業しようと。受からんかったらまだ開業あかんねん。なるほどね。タイミングを。あの時ちょうどですね、10人募集して、11人来て、で受かったんは春先生ともう一人の先生だけだったんですよ。2人だけだったんで。そうなんですね。あとの9人は
射撃して殺してますので、はい。もみ消しなんですね。もみ消し、もう財力でもみ消しみたいな感じのですね、ゴルゴ13、デューク東郷、デュークマサと呼ばれてますけれども、はい。まあ、それはまあ冗談として、でそういう感じで、合格している人たちがほんと少ない感じで、受かってもらって、で、多分あれが2012年の、すみません、2011年ですね。11年ですかね。2011年の何月でしたっけ、あれは。あれはね、参加しだしたの9月だと思いますよ。9月ですよね。で、9月に来ていただいて、マスター塾、その時、半年のコースだったんですけれども、まあ、聞くまでもないですけども、半年間で結果、もちろん出ましたよね。あんな高額なコースやから出るもんなんでしょうけど、僕はまあ、結果出なかったですね。一切出なかったですね。出なかったって言いますけども、まあ、出えへんたって言っても、まあまあ、今その、開業はプチ開業ですね、されたと思いますけれども、週に1日だけ、土曜日の昼からだけですね、まあ今も看板外れてないですけれども、土曜日のお昼からだけですね、開業をされたんです。まずはね、接骨院勤務しながら。それで、最初、いくらで、開業したんですけど、いくらってその、治療費ですか？治療費。治療費は最初は1万円ですね。1回1万円ですね。また大きく出ましたね。それで、やっぱお客さんはちょこちょこ来るんですか？それでお客さんは、初めて広告巻いた時に、6000枚マスターチラシを巻いたんですけども、1人来たんですよ。1人来た。1万円で。ほう。で、僕はよかったですね。先払いやから、2万3000円それ初診料と合わせて払ってもらって、これはもうよっしゃみたいな。よっしゃってなって、で順調にその人が紹介とかもしてくれてっていうシステムもちろん学んでますからね。学んでると思うんですけど思うんですけど、まあその人から全額返金を食らって結局でも、ちょっとすいません、今の話聞いていくと半年間のコースで取れたお客さん1人、で売り上がったお金2万3000円でも返金した金2万3000円とマイナスじゃないかな話ですけれどもそうですね。そっからすいませんがちょっといろいろ聞かせてほしいですけどどうしたんですか？普通半年間でその金額を払って、結果出なかった時の気分どうですか？気分ね、まだ俺はやれるっていうのがこんなもんじゃないっていうのが頭おかしいですね。でもおかしいでしょうね、でもね、ほんまにおかしいと思います。だって周りの人はみんな成果出てるんで、前の塾生の人らは、びっくりするぐらいの成果出てるんで、同じ内容を聞いてて同じ場所にいてるのになんで俺だけなんかまだなんかちょっとおかしいんやと。おかしいなと思いました。なんかちょっとチャンネルがちゃうんやぐらいのずれてるだけや、でもね、まあ僕が普通の感覚を持ったとしても半年間成果出えへんかったし、普通はそれで出えへんかったら先生さよならというふうになるんですけれども、原先生思いもよらぬ行動に出ましたよね。しましたね。どんな行動でしたか、その時は？僕はもう半年頑張ると言いましたね。すごいですよね。僕も半年間大体、結果出えへんかったから、お金も高いし、もう継続なんか絶対しいひんと思って一応手紙で出すんですよね。連絡するんですけども、その時に春先生はもう一回半年頑張りますって言ったんですよね。でこいつついに行ったかと、もうほんま死によったなみたいな感じで頭おかしくなったんやなと思ったんですけれども、で毎月また来るようになったんですよね。なんででも成果出えへんのに、これが今でも不思議なんですよね。成果出てへんのやつやめるじゃないですか。教える側からしたら嫌ですよね。成果出てないやつもう一回来させる。そうなんかねなんやねんと思いますよね。と思いますけれども、春先生は来て、でそのもう一頭俺はやれると思って、で半年間やった結果、どうでしたか？次の半年は。次の半年間はぼちぼちと数字が上がってきて、ちょっと半年間かどうかわかんないんですけど、その1回半年終わって、でその年のもう最後には僕も整骨院辞める話になったんですよ。それが多分マスター塾入って何ヶ月目ぐらいの時ですか？何ヶ月ぐらいですかね。多分ね、僕の記憶の中で7ヶ月か8ヶ月ぐらいなんですよ。でもそんな感じですね。8ヶ月か9ヶ月の間かもしれませんけれども。でも辞めるってなってたんで、これはやばいなと。でその年も必死に頑張りました。で結局自分の治療院最終は、火曜日と木曜日と土曜日の午後ですね。あと日曜日開けたら開けんかったりで、週大体3日ぐらいで